アメリカ大統領選挙をお伝えしたいなと思います。で、連邦法に定め、150年以上前から同じ方法なのですね。2024年は11月5日ということで、はい、総裁選は、日本の総裁選は9月でですね、衆議院議員選挙は多分10月でしょう。なんかこうイベント目白押しな感じなんですけども、アメリカ大統領の選挙は4年に1回、夏季オリンピック・パラリンピックと同じ年に行われますの、はい、パリオリンピックありましたね。それと同じ年ですね、今年ですね。で、投票日は11月の第1月曜日の翌日の火曜日。25でもいいんちゃうかな思ったけども、アメリカも18歳以上が有権者なので、有権者が大統領にふさわしいと思う人に投票して、全米の総得者数で勝者を決めるわけじゃなくって、投票は州ごとに行われて、それぞれの州で勝者を決めるそうです。ややこしいですね。で、首都ワシントンと各州は人口に割り当てられた選挙人がいて、州の勝者はその州の選挙人を獲得するということですね。カリフォルニア州で勝者となった候補はカリフォルニア州に割り当てられた選挙人54人すべてを獲得。州によって選挙人の数は異なり、勝者が州の選挙人をすべて獲得する勝者総取りの方式を採用ということですね。ちょっとお互いバチバチ、トランプ氏とハリス氏バチバチで、大統領選への、ね、いろんなこう、なんていうんですかね、党大会などでもお互いのめちゃくちゃ意識されてまして、アメリカ民主党綱領でトランプ氏への言及150回ということで、大統領選への対決が姿勢鮮明になっているということで、トランプ氏もですね、もうハリス氏の悪口めちゃくちゃおっしゃられてますね。もうちょっと怖いものがあるんですけど、もうお互いもう前の大統領も言うし、副大統領も言うしっていう感じで、一人でお互い1対1じゃなくて、いろんな方対いろんな方でもう悪いとこ言いたい放題なんですけども、ただまあ政策で言わないとちょっと人格的なものの批判はよろしくないなということもありまして、はい、そういったものもトランプ氏が結構攻撃的なので、その点は皆さん危惧されているとか言われていますね。で、はい。まあでもトランプ氏ですね、最初はですね、トランプ氏ですね、暗殺未遂事件があったんですよね。皆さんご存知かと思うんですけど、右耳に軽傷を負って、1人が亡くなられ、2人が重体となって、はい、狙われました。その時はですね、おそらくですね、バイデン大統領が対決という形であったと思うんですけど、そんだけの狙われたこともあり、支持を得ましてですね、公認を得られた形で、流れはトランプ氏がすごく勢いがあったんですね。キノコとパンパンってなんかこう、思ったよりドンドンじゃなくってパンパンって軽い感じなので、ちょっと日本って銃規制があるので聞き慣れてないので、なんかテレビで見ましたけど、なんか銃っては分かりづらいですよね。でもやっぱりアメリカは対応が慣れておられるのか、すぐにしゃがまれたので、免れたということもあるかと思うんですけども、これね、血を流しながら拳を突き上げて無事をね、アピールしたたくましさとともにですね、銃弾をね、直撃を免れたという強運と、この日起きたね、全ての出来事が、トランプ氏のリーダーとしての適性をなんかね、表しているとも言われて、で、共和党大会にもね、耳にガーゼをされて、なんかこう、すごく強く、そしてなんかこうね、その後の大会での2日目も穏やかな顔で包容力も感じる、なんかこう強いっていう感じだったので、余計ですね、共和党がもう本当にトランプ氏を応援しようっていうことに勢いになってまして、はい。でトランプ氏もですね、相手である現職の
バイデンさんを批判されてまして、なので1ヶ月前はですね、テレビ討論会、なんとですね、トランプ氏 67%、バイデン氏 33% の世論調査でバイデン氏負けやったんですよね。でそこでですね、もうバイデン氏はね、バイデン氏とトランプ氏、移民問題などでですね、巡り激しい討論などもされておられたりとか、激突されてたんですけども、その後ですね、バイデン氏、トランプ氏からも、バイデン氏なんか名前間違えたりとか結構ありまして、高齢不安がですね、トランプ氏に指摘されてました。で、銃撃後はですね、圧倒的にちょっとトランプ氏の方がちょっと有力な形でもありましたが、ハリス氏がね、変わってからこうね、逆転してきたっていう感じですね。バイデン大統領のその高齢不安っていうのが6月1日のサンドバッグ事件でありまして、空軍士官学校の卒業式に出席したバイデン大統領がステージ上に置かれていた黒い土のうにつまずいて転倒されまして、でまたですね、6月16日演説されていたんですけども、女王陛下万歳と述べて突然締めくくられてるんですけども、原稿になかった発言、バイデン氏が面会した英国のエリザベス女王は22年9月に死去しており、どの女王について研究したのか、そしてなぜ愛国的な英国人のような掛け声を上げたのか、誰にも意図は分かっていないね。本当にこういった重要な式ほど本当に現行の発言をすべきやったと思います。でバイデン氏はいつものようにマンと付け加えていたが、それも謎とかならなかったとのことなんですけども、5月27日の選挙資金集めのイベントでバイデン大統領は、インドと言うべきところを誤って中国と述べた。それはちょっと大きなミスですよね。確かにちょっとね、80歳今の方めちゃくちゃ若いし、しっかりされてますし、パリパリだし、大統領してもらったらいいんですけど、個人差によると思うんですけど、ちょっと間違いが続くとやっぱりちょっと不安視されるかもしれないですよね。6月28日またですね、ホワイトハウスの記者団で、ロシアのプーチン大統領は明らかにイラクでの戦争に負けている、国内での戦争にも負けていると述べられており、前日27日にもウクライナ侵攻をイラクへの攻撃とする同じ言い間違いをされていた。それちょっとウクライナなのにそれイラクと間違えたらちょっと大きな間違いなので、確かにちょっと不安はありますね。で、7月12日にバイデン大統領、横に並んだウクライナのゼレンスキー大統領をウオロディミルという正しい名前ではなく、プーチン大統領の名前であるウラジーミルと呼んでしまい、言い直されたということですね。ただですね、7月28日に訪問先でバイデノミクスを売り込むイベントに出場したバイデン大統領は、演説を終えた後、最大の目玉の大統領令への署名を忘れて演壇から離れたということが、ちょっと結構うっかりというか、名前間違いが続いていたのもあり、そのトランプさんがこのバイデンさんのミスに対してやっぱり批判をされていたんですけども、一気に、ハリス氏になった途端、ハリス氏の方が明らか圧倒50代なので、逆にトランプ氏が高齢リスクを批判されていたという形に変わり、流れが変わっていったということも、双方あり、バイデン大統領はね、自身の大統領選からの撤退を表明されまして、カマラ・ハリス副大統領が民主党の大統領指名候補とするようになりましたね。その時ね、変わった時は、トランプ氏は敵としては倒しやすいと強気でおっしゃられてたんですけども、はね、
焦りと批判がすごく連発しております。トランプ氏ですね。負けてる州が多くて、ちょっと焦りを感じるぐらい批判的になっているとも言われていますけども、1週間以上にわたってバイデン氏の体調と選挙戦を維持する能力をめぐって論争を繰り広げた民主党には活力がみなぎったとも言われておりまして、でね、そこからね、また副大統領を、選挙前にはもう決めないといけなかったりとかありまして、副大統領もね、候補がたくさん出ておられたんですけども、9歳のハリス氏は民主党にとってより選挙活動を展開できる候補者となり、一貫した主張を行うことができるだろうと言われておりまして、78歳のトランプ前大統領に史上最年長で大統領になりうる人物だと批判を突き返すこともできるようになったということで、ハリス氏が、マイノリティや若い有権者からの支持を獲得できれば、激戦州でも足場を固めれるとも言われておりまして、ハリス氏元検事でね、犯罪に厳しい、検事として活躍されてきたということで、トランプ氏ちょっとね、攻撃的なんですけど、人種差別的な投稿をされておられまして、ちょっとそれがね、問題視もされてました。カマラ・ハリス副大統領をですね、批判しておりまして、第三世界を持ち込めば第三世界になるだろうというコメントが添えられたりとか、ハリス氏は民主党も移民も規制する方針を示されておりまして、しかしトランプ陣営の姿勢はより人種差別的反移民的でありまして、トランプ氏は移民への批判も繰り返されてまして、移民の凶悪事件が起きていると述べられて、粗暴な奴らだと、犯罪者が良い人間に見えるような犯罪者、恐ろしい連中だと発言されてまして、もう日本じゃもう絶対こういうのはありえないですね。もう出馬ももう見送られるような発言かなというような差別発言ですね。で、黒人を攻撃してきたトランプ氏に、なぜ黒人はあなたに投票すべきなのかなど、トランプ氏、トランプ陣営が人種差別的な投稿でハリス氏を攻撃もされているということで、ちょっとね、この共和党全国大会でも差別的な発言が参加者から上がってたりとかしまして、ちょっとイメージがそういうのもありまして、ちょっと本人さんのイメージ、トランプさんのイメージもそういうようなイメージになりうってきたのかなとも思います。トランプ氏、支持率逆転の危機に直面した時に、党内関係者から懸念されていたにもかかわらず、人身攻撃をやめることがなかった。で、やめられることがなくって、引き続き人身攻撃されて、党の助言に感謝しつつも自分のやり方でやると強調されて、やっぱり強い起業家ある、すごいね、もう強い信念で自分でやりますみたいな、自分がすごくあるかなと思うんですけど、民主党の代表統領選候補としてのハリスさんへの論争で、私はハリスや彼女の知性を特に尊重していない。彼女はひどい大統領になるだろうと言って、ハリスも確実に私を個人的に攻撃している。彼女は私を奇妙だと言ったということで、こちら奇妙だっていうのがですね、ちょうどハリス副大統領を決めたバーンス議員、ハリスがなればですね、副大統領はバーンス議員にしますよとなっている。そのバーンス議員が、流行語大賞になるぐらい広めたのが、確実に奇妙だと、トランプ氏を言ってですね、トランプ氏が怖いって言うと、すごく強いイメージなので、奇妙だ、奇妙だと言って、トランプ氏は奇妙だと言って、揶揄されて、トランプ氏は高齢でかなり奇妙といった具合で、民主党の政治家が次々とトランプ氏らを変人呼ばわりされ始めて、SNS で支持者に多用され、メディアでも大きく取り上げられた。トランプ氏を脅威ということは彼に力を与えすぎていると指摘して、この言葉は支持者の奇妙だというのを心に響いて、有効な反論を見つけられずにトランプ氏がイライラされていると。からかいの要素があり、シェアするにもちょうど良いとカープ氏はおっしゃられておられ、
独裁者は笑われることに対処できないものだと話されて、彼らは変だと思われるよりも怖いと思われることを好むと。怖さは力だと認識しているので、奇妙だと言われたことに対してちょっとどう対応していいか対応しきれてないっていうのもちょっとこう支持が逆転していることにも影響しているのかなとも思います。でトランプ氏は個人的な攻撃をされていると批判されているんですけども、ハリスさんに対しても私は彼女がベーコンしてくれたせいで人がかかっていっていると強調し、ハリス副大統領が私や他の人に対して司法制度を武器化していることにも腹が立つとし、私には人身攻撃をする権利があると思うと述べられておられまして、もう認めちゃっている感じであり、トランプ氏が自身で2016年大統領選挙で勝利されたんですけども、クリントン前国務長官を刑務所に対立候補であったクリントンを刑務所に送らなかったと強調。トランプ氏は与党となった民主党が自分を迫害しているとして、私は何も悪いことしてないのに彼らは私を刑務所に入れたがっていると主張されておられました。に関してやり取りがあったかと思うんですけども、前大統領の高齢と認知力の低下を攻撃していたトランプ氏は、相手がハリス副大統領に変わると彼女の人種や笑い声を素材に人身攻撃を続けているということですね。こういったのをすればするほどちょっとイメージがとても悪くなると思うんですけども、11月の民主党全国大会が19日開幕されまして、8月19日ですね、共和党候補のトランプ前大統領と互角以上の戦いを見せておりまして、勝利に向けた課題はでもただあると言われていまして、ハリス氏はもし大統領になれば初の女性大統領になりまして、バイデン氏より22歳下という若さと力強いハリス氏の姿は刷新感を満たしているということで、ただ副大統領として実績がないと批判されることも多く、党の予備選で他の候補者と激しい論戦を交わす中で鍛えられるのですが、今回ハリス氏は予備選を踏まえていないので、ネックになるとも言われていまして、またイスラム教徒は、パレスチナ自治区ガザ地区のイスラエルとハマスの戦闘も懸念材料で、バイデン政権に対してはガザの人道状況の中で批判が高まっており、ハリス氏にとってもこれはネックになっているとも言われています。民主党で大統領の、新たな熱意で、ハリス陣営はバイデン氏の発表からですね、約124億の寄付金も集めたりと、かなりハリス氏期待度もなった途端、高かったと見られます。はい、氏はマイノリティや若い有権者からの支持をもっと獲得できれば、数少ない今年の選挙を左右する数少ない激戦州でトランプ前大統領に対抗する足場を固めることができるとも言われています。共和党と民主党の違いなんですけども、トランプ大統領の共和党は小さな政府を目指しというか、政府が出すお金を減らすことを目指して、資本主義で頑張る会社頑張ってっていう感じで、民主党は大きな政府を目指して、政府が進んで施策を打ち出して福祉や保護を行うことを目指されています。共和党は保守的な政党で、財政的な保守の側面と社会的保守の側面を併せ持っておられます。民主党はリベラルな政党で、社会的な平等や人権の保護を重視されています。民主党と共和党は税金に対する考え方も違いまして、民主党は貧困や中間層の福祉や保護の手を差し伸べたいので、お金が必要、税金上げるからお金をたくさん持っている人に多く税金を払ってもらう、高所得者層に増税、中間層に減税という形で、共和党は多くの努力をした人に、税金を巻き上げるなんてとんでもない。成功したお金持ちが仕事を提供することで雇用が増え、結果多くの国民が助かっているはず。富裕層にこそ今後も頑張ってほしいからおかしな増税には反対。いや、富裕層は減税だと増税反対の姿勢であります。努力して成果した結果が自分たちだけ増税対象、全然平等じゃないというので、増税には反対なのが共和党ですね。考え方が真逆ですね。
民主党出身の有名な大統領はフランクリン・ルーズベルト、ジョン・ F・ケネディ、ビル・クリントン、バラク・オバマさんなどですね。大きな政府を目指して弱者を優遇した施策が多くて、福祉・環境問題にも力を入れて少数派の権利も主張、黒人移民、労働者の支持層の幅が広い。白人富裕層からの人気はそれほどない。西岸海岸、西海岸、東海岸の州に支持者が多い。低所得者や移民などが多く暮らす場所。革新派と。共和党の有名な大統領はエイブラハム・リンカン、ロナルド・レーガン、ブッシュ親子、リチャード・ニクソンなど小さな政府を目指し、大企業を優遇する施策が多く、経済効果を最優先、福祉や環境問題には最小限しか関わらない。富裕層、白人男性、保守的なキリスト教徒を中心とした支持層。中西部に支持者が多い保守派ということで、民主党も共和党も資本主義、自由主義であるところは一緒なんですけども、考え方がちょっと違うということですね。共和党、民主党は社会的弱者を守るために大企業に規制をかけることでコントロールも必要。共和党は自由放任主義な感じですね。ハリス氏ですね、トランプ氏を批判してまして、個人や女性の自由を奪い、労働者の負担を増やし、社会保障を削減しようとしていると強く批判。一方、民主党の方針としては低所得者層の底上げや中間層の拡大、インフラ再構築への投資を加速など、バイデン政権の基本施策を列挙、気候変動対策も盛り込まれています。本当に気候変動対策しっかりと気をね残して対策してもらいたいなと思います。大統領選挙の争点となっている人工妊娠中絶に関しては憲法上の権利として法制化し、生殖の権利を回復させると明言されておりまして、議会に対し国境整備の強化、難民申請制度の改革、合法移民の受け入れ拡大の法案化を求めていくとされています。トランプ陣営は、ハリスは自分が作り出した危機の数々を解決するプランがないと批判されています。で、先日の党大会ではですね、以前ですね、トランプに負けた女性候補のクリントン氏がガラスの天井に言及し、共に最も高く強固なガラスの天井に多くのひびを入れてきた。私たちは今度こそ打ち破る寸前まで来ているということで、女性が大統領になればっていうことでね、ガラスの天井に例えておっしゃられています。ハリス氏がアメリカ史上初の女性大統領となることに期待を示されています。バイデン大統領は国内外で民主主義の擁護者であり続けた威厳と良識、それに能力をホワイトハウスに取り戻してくれたと功績を称えられました。党大会では事実上の公約となる党の政策綱領が採択され、綱領では貧困層、低所得者層の底上げと中間層への支援の経済成長が掲げられ、共和党の知事の州を中心に人工妊娠中絶を規制する動きが相次いでいることを受けて、中絶の権利を擁護する姿勢を強調しています。これだいぶ問題になってますよね。人工妊娠中絶ができないっていうことで、結構若い方で産むのがもう経済的に無理っていう方もねできないとかいうことでだいぶ問題になっていたかなと思うんですけども、ただですね、アメリカのメディアによりますと、綱領はバイデン大統領の撤退表明後、内容が更新されておらず、バイデン大統領の、2期目のような感じでなっておりますね。発表された綱領にはすでに古くなっていると指摘されており、大統領候補の交代であることを浮き彫りにしているという前例のないタイミングで、かなり遅くの交代だったので、綱領が変わってないと。バイデンさんの時と変わってない。ただ、ハリソン委員長は綱領は一緒に作り上げてきたとおっしゃられてまして、ハリス副大統領が党の政策綱領の採択後も独自の政策を打ち出していくという認識を示されておりまして、政策綱領はバイデン氏の選挙戦継続を前提にした表現がそのまま残っていると、バイデン氏とハリス氏が一緒に作り上げたようなものだとおっしゃっておられます。政策綱領としては、
100年間で最悪の経済危機に陥っていたとした上で、その後1600万人近い雇用を創出するなど、アメリカは世界で最も力強い景気回復を果たしたと、これまでの実績を、バイデン大統領の政権の時の実績を強調されておられます。民主党は半導体などの供給網を自国に取り戻す取り組みを進めてきたとして、コンピューターの最先端分野の責任を持ってリードしていくとされております。で、インターネットの環境を整えていないおよそ4500万人が暮らす地域の整備を進められるとしています。で、中間層が今のアメリカを築き上げ、労働組合が中間層を作り出したとして、経営層の責任を追及する法律整備や最低賃金を15ドルに引き上げるよう議会に働き続けるなどされています。財政政策をめぐっては、国民には増税をしない一方、現在 8% にとどまっている富裕層の最低所得税率を 25% に引き上げて5000億ドルの税収を確保するとされています。4000万人が貧困にあえいでいるとして貧困対策に取り組むと強調するなど、トランプ前大統領との施策の違いを打ち出され、経済ビジョンの、全く異なる2つの経済ビジョンの選択になると訴えておられます。物価の引き下げを最優先課題にということで、物価引き下げを最優先課題に位置づけられておられます。外交でもですね、即時かつ永続的な停戦合意を仲介する決意があるとして、停戦交戦をガザ地区のをめぐってはおっしゃられておられます。トランプ氏についてはパレスチナの政治的願望を支持しようとしていないとも指摘されています。ウクライナ情勢をめぐってはウクライナを支持する立場を明確にされ、NATO を引き続き重視し、同盟国との関係強化を図るとされています。一方で、最も強力な軍事同盟からアメリカを離脱させると繰り返し脅しているとして、NATO のトランプ氏の姿勢を非難されています。インド太平洋にわたっては、引き続き同盟強化によって抑止力を高めるとされています。中国はアメリカにとって最も重大な戦略的な競争相手と位置づけ、対立を求めてはいないとして、緊張の高まりは望まない考えも示されています。で、移民政策では、我々の国の移民が強くされてきたので、新たな規制を発表して以降、不法に国境を越える人が 40% 減少したと成果を強調され、国境管理のため、国境警備隊を増員し、合法的な移民を拡大する方針を打ち出されておられます。気候変動はトランプ氏の対策の遅れや破壊の結果で目の前に起きていることを否定している。彼らは未だ目の前で起きていることを否定しているとした上で、有害な汚染から守ってきた125以上の環境政策を廃止した彼は廃止された。パリ協定からも離脱したので、そのトランプ氏の政策を批判されています。で、人種間の平等をめぐって、大学の学費の負担軽減や医療格差是正を実現を目指すとされておられまして、LGBT の家族を守る法律成立や雇用差別禁止などにも取り組んでいかれるということですね。で、トランプ氏の施策はですね、もしトランプ氏が返り咲いたら、新たな減税策、自動車排ガス規制は撤廃、そして当時の、この方ね、安倍総理と良好な関係でして、で、在任時にパリ協定から離脱されておられまして、で、アメリカ第一主義在任時に TPP から離脱、現在最も親イスラエルの大統領で、ウクライナ支援で微妙に変化し NATO の在り方を見直す考えと、最恵国待遇の見直し、台湾防衛への関与を重視しないとの見方、首脳同士の直接対話を北朝鮮の時されまして、国境管理は壁の建設実績をアピールされました。もしトラ、もしハラとか言われまして、もしトラっていうのが、もしトランプ大統領ならと、もしハラは、もしハリス氏が大統領ならという形で言われてまして、トランプ氏は TPP 飛んだなら安い米や肉、輸入は増えない。ということで、プラスの影響は産業は、米農家には日本への影響は丸と。馬鹿げた協定、米国が不公平な競争にさらされ、安価な労働力で雇用も奪われ、経済が混乱すると。こちら、TPP は反対されておられます。で、為替政策は円安を非難されておられまして、小松と競争するのが難しくなっているということで、トランプ氏の発言。で、貿易施策は自由貿易協定に反対されてまして、中国やメキシコからの輸入品すべてに関税をかけるとトランプ氏おっしゃられています。対中政策は中国の政策を強く批判されておられまして、
中国は為替操作をして米国の雇用を奪っているとおっしゃっておられます。で、日米安保は日本のただ乗りを批判されておられまして、日本のさらなる費用負担をほのめかされていますね。ちょっと過激でなんかこう外交ちょっとあんまり力入れず、もう自分だけの国が良かったいい的な考えはあるので、日本としては以前のバイデンのような方の方がいい的な感じではあるのかなとは思いますね。まあね、日本も総裁選ありますし、衆議院議員選挙も近いかなという流れがあると思いますけども、アメリカ大統領選挙も日本に対してかなりの影響力がありますので、今日注目してもらいたいなと思って発信させていただきました。生駒市議会加藤でございます。ご視聴ありがとうございます。現在ですね、もうすぐ、ちょっと2000人登録目指して頑張っておりますので、よかったらいいね、もしくはコメント、に何か、批判なり思うことあれば言ってもらえたらなと思います。そうですね。今皆さんハマってることってございますか？はい。現在ですね、私、このね、アロエの最近スーパーでもよく見るんですけど、これハマってまして、これちょっとね、すごいね、顔に塗ると潤いまして、もうね、すごく乾燥というかね、もう、してますが、これ一気に夜塗ると、寝る前に塗ると、朝までお肌潤ってますので、おすすめです。